レールガンモードとかね、ペンで細い部分を塗装するバチ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 トークライブやります。下が回っちゃってんの分かる？急に迫力出た。なかなか渋いワインレッド。エボルトはもう最強なので、ほとんどワインレッド持ってかれる。全く影響しなかったね。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。今回はエボルトのレールガン後編。まだ見てない人はまず前編見てからこっち戻ってきて。ワンです。さあ次はここハンドルとしてビュッと出てるのもこの状態だと魅力的なんですよね。でもこうするとちょっとこれ何のパーツなのかなって、これにはちょっと違うんじゃないかなと思うので、ここの構造を少し変えます。これなんかひねるやつ、水道的なガス的なやつをひねるやつ、要はここと同じような感じですね。これに取り替えたいんですよね。付け替えたい。でちょっと危険ですけど、ここを切ってみます。これはでもニッパーではちょっと難しいかな。ここまず外すか。ここ外そう。これで多少取りやすくなる？なんか変わる？ここには影響しないね。全く影響しなかったね。びっくりしたわ。怖い。怖い。よしよしよし、いいぞいいぞ。いや、このハンドルが別に硬いわけでもないのに全然切れなくて、結局折るっていう。よーし、取れたー。ここです。こういう感じで付けたいんですよね。これ下が回っちゃってんの分かるかな？下が回ってビースが入っていかない。下が回るな。ちょっとペンチで、ペンチで止められへんか、挟めへんか。指で、もう思いっきり指で。痛い。ゆっくり確実に手で締めます。これで、回ったー。すげー、やったー。じゃあ実際にやってみると、フルボトル刺しますね。で、装置っぽい。よーし。ちなみに今更ですけど、これピラミッドとフクロウで昔作ったフリーメイソンとイルミナティの秘密結社ベストマッチっていう厳密にはベストマッチじゃないんだけど、友愛団体と超陰謀派っていうので、もう対立してもおかしくないぐらいのやつやから、ちょっと違うんだけど、秘密結社都市伝説大好きやから、秘密結社ね、だいぶ前、めっちゃ前に作ったんですよ。それはいいとして、これで、ちょっとどんな感じですか？だいぶ見た目、すっきりしましたね。ここがないだけで印象変わるね。でもやっぱこのベルトがごついよな。これでも多分ね、カラーリングがそれぞれバラバラやから、お互いに主張し合ってて、なんかこれがすごいでっかく見えるっていうのはあると思うんだけど、カラーリング変えれば、また印象は変わると思います。いや、これいいな。なんか意外とすごくハマってる。いや、造形としてはこんな感じかな。さあ、ここで展示会のお知らせです。3月7、8、金曜日土曜日、僕パウチの初めての個展、パウチ回顧展というのをやります。ちょうどパウチ展から1年ぐらいで個展を開けることになりました。個展っていうのは個人の展示会っていう意味ね。場所は西武池袋線の池袋駅から2駅、東長崎駅から徒歩5分10分ぐらいのところ、ターナーギャラリーさんっていうね。じゃあ、僕がサビ塗装とかエイジング塗装とかで普段からよく使ってるアイアンペイント。これターナーさんのやつなんです。そのターナーさん、油絵とかやってる人はね、ターナーさんの絵の具使ってる人かなり多いと思う。僕も以前油絵描いてて、それはターナーさんの絵の具でしたので、なんかもうすごい嬉しいなと思って、ターナー色彩さんっていうね、僕の父親も油絵描いてましたけど、それもターナーさんの絵の具でしたっていうので、いやもう親子ともどもお世話になってます。本当ありがとうございます。で、そのターナー色彩さんのターナーギャラリーっていうところの4階でやります。そこで僕の改造作品の展示、そして僕のトークライブやります。これも初めてのことでね、いやーワクワクするね。で、そのトークライブのチケットは今月の24日に発売します。展示は無料で見ていただけますからね。トークライブと展示と時間を区切ってやろうと思ってますが、その時間についてはまた追って詳細はお伝えします。で、今年2025年はね、そういうトークライブとかワークショップとか外に出て活動していきたいなと思うんですよ。これで実績を積んでいきたい。今回のパウチ回顧展ではトークライブなんだけど、ワークショップはまた別日に詳細は追ってお知らせします。で、そういうね、外に出ていくイベントごとの勉強しなあかんなと思って、YouTube でイベント見たり、実際に足を運んだりっていうので、ちょこちょこ去年から動き出し
してるんですよね。で、去年の11月にね、僕の知り合いで、盾、こう、キーンキーンっていうやつ、めっちゃわかりやすく言うと、チャンバラです。あれをやってる方がいらっしゃって、それ見に行かせてもらったんですね。で、そのグループの中の一人の青年が特撮大好きで、僕のチャンネル見てくれてるっていうことだったんだけど、こうやって真剣ジャーの曲を流しながらね、自分で振り付け考えて、盾を披露するっていう。これなかなかね、生で見るとね、迫力あるんですよ。頑張って練習しはったやなっていうね。盾は時代劇ぐらいでしか見たことなかったんだけど、まあ、言ったら特撮作品のこの殴り合いとかも全部盾やもんね。で、またこの真剣ジャーの曲が合うね。いや、すごいもんやなと思ったわ。で、最後バチーンと決めてね。これは素晴らしかったです。面白かった。最後は全員で記念撮影つってね。で、他にも華道の先生っていうお知り合いもいて。この人も去年11月にコスモス畑で生け花を披露するっていうのと、筆文字、ブワッと筆文字のライブペインティングっていうかな、そういうのもされてたんだけど、この人めちゃくちゃパンクな人で、これ可愛らしい顔した人なんだけど、もうね、精神はね、煮えたぎるものがあるっていうかね。この日実は、ある毛筆の先生に頼んで、書道のライブペインティングっていうのをやってもらう予定だったんだって。でも、大きい筆がないっていうことで、その書家の先生帰っちゃって、嘘でしょって思ったこの一遊先生っていうね、生け花の先生なんだけど、この人が、もうじゃあ自分でやるっつって、その生け花に使ってた松の木、松の枝、こうまっすぐなやつ、あれを束ねて自分で即席で筆作って、これすごくない？この精神。なかったら作ったれっていうね、作るって楽しいなんですよ。ものづくりって素晴らしいんだぞっていう。自分でその場で筆作って、ほんでブチャンってつけて、バーンってディアーっつってこれすごくない？いやもうかなりパンクなもん見たね。だから華道っていうとすごいおしとやかにね、こう一本一本刺していくみたいなイメージがあると思うんだけど、やっぱ生と動やねんね。このコントラストが人間の精神を強くしていくんだなっていう。いやいいもん見たわ。めちゃめちゃかっこいいやろっていうね、なんかイベントにいろいろ行ったり見たりして、私もう今年9月で45になりますけど、まだまだ勉強中でございます。で、3月パウチ回顧展でのトークライブではなんかいろいろね、ちょっと喋ってみたいなと思ってますので、ぜひ皆さんチケット手に入れて僕の初めてのトークライブ聞きに来てもらえたらなと思います。そんな感じでたっぷり宣伝させていただきました。ありがとうございます。よろしくワンです。ちょっと今思いつきですけど、これナーフのスコープがあるんですよ。これ、例えばこの辺につけるとか、どうかな？邪魔かな？こんな感じ。邪魔？なんかあっていい気もするし、余計な気もするし、でもこう狙い定めるのにやっぱり、ここか？ここだと後ろすぎる。あ、そうか、このレールガンの隙間、せっかく開けた隙間が埋まっちゃうのか。この電池蓋にくっつけてみようか。ちょっとここ切り取って、角度的に電動が入りにくい時はこうして手で締めます。愛情とロマンを込めて、はまるかな？おー、あ、いいんじゃないかな。割としっくりきたか。なんか急に迫力出たね。スコープ1個つけるだけで全然印象変わるね。バランスも整った気するし、おもろ。こんなん被せるってどうやろうな。ありかなっていう感じで、思いつきでいろいろパーツをつけていくわけですね。グルーガンとか G17 あれば大体何でもくっつくから、思いつきを採用するの面白いのよ。はい、ここをつけてみました。これに意味があるのかどうかちょっとわからないんだけど、雰囲気変わったかなっていう感じですよね。いいですよね、それでね。でもこれでなんとなくまとまったと思うので、塗装ブース行きましょう。さあ、今回はワインレッドの部分以外はほぼシルバーにしていきます。スターブライトシルバーですね。EX シルバーっていうやつも使ってみたんですけど、やっぱスターブライトシルバーの輝きってすごいなって気づいたので、スタブラシルバーをメインで使うようになりました。ブレードの軟質パーツもシルバーで、スコープも大体シルバーにしていきます。このハンドルがね、金属なんだけど、赤で塗ると塗膜の質感がちょっと他とは違うんですよね。これがめっちゃ面白かった。すごいリアリティ。さあ、ワインレッドは赤とクリアピンクとちょっとブルーで作りました。なかなか渋いワインレッドになったんじゃないかな。でもこれはね、黒下地よりもシルバー下地の方が良かった気はする。もうゴリ押しで塗ったけど。さあ来ました。クリアブルーでキャンディー塗装、メタリックブルーに仕上げていきます。エボルドライバーにほとんどワインレッド持ってかれるなと思ったので、こっちはメタリックブルーを基調として塗ってます。その方がバランス取れるかなと思って。メタリックブルー綺麗なんよね。で、この辺のエボルドライバーのブル
もう一旦シルバーに塗ってからのキャンディー塗装っていうことで質感が増してるはず。もともと綺麗に塗装されてるものをさらに綺麗に塗るっていうのはね、結構贅沢な塗装体験でしたね。メタリックブルーガンガン増やしていくぜ。そしてきたスターブライトゴールド。この回るところの周りはワインレッドとの塗り分けをしたかったんですよ。いやすごい気持ちよかった。トランスチームガンのパイプ部分もゴールドで塗ります。高級感かな。そしてこれスコープがねむちゃくちゃエボルトカラーになったなと思って、これ今回一番成功してるカラーリングかもしれん。スチームブレードもゴールド部分を足していって色の情報量ガンガン増やしていこう。さあワンネスたち気づいてましたか？珍しくマスキングをしていましたと。やっぱいいですね、マスキングたまにやるとすごい気持ちいい。ここの黄色がねいいアクセントになってくれたわ。はい、僕の密かな楽しみ、ペンで細い部分を塗装するっていうね。マスキングなしでもこの細い部分をガンガン塗っていけるっていうね。もうペンは本当におすすめ。普通に Amazon で買えますからね。金でも銀でも他の色でもめっちゃ便利。ほらこんな細いところもマスキングしよう思ったら大変やん。これペン1本で解決すんね。すごくね。でこのマークは赤にしていきます。嫌なトピックは塗りつぶすコピックでおなじみコピックです。若干透明度のあるインクなので下地のゴールドがいい感じに出てワインレッドっぽい赤になるんですよね。真っ赤ほど主張しすぎない感じが良かったのでこれバッチリでしたね。こんな細かいところも簡単でしょ。コピックもおすすめで、はみ出したところはこうやってさっきの金色のペンでね簡単に修正できますから、みんなペン使え。はい、これまたコピックでこういう赤い丸も塗っていきます。こんな簡単にできんねんで、もうすぐペン欲しいやろみんなまあこれは言ったら墨入れですね。こういう溝のところをただのサインペンです。こんな簡単にできるからね。筆塗りっていう手もあるけどそれもまあ大変やからね。はい、めちゃくちゃ時間かかったけど塗れました。完成でーす。はい、ここトランスチームガン刺した状態でもこの通常銃撃音ね、前編で見ていただいた通りです。そしてこれスコープ、今回の自信作です。カラーリングって大事でしょ。こうやって比べると本当によくわかるよね。まあだからこそ配色考えるのすごく難しいし楽しいとこでもある。で、全体見ていただくとわかるけどめちゃくちゃ細かく塗り分けをしました。僕普段こんなに細かくなんかそのカラーチェンジっていうか、赤ブルーゴールドワインレッドブルーゴールドブルーワインレッドゴールドとかなんかうわーってすごいでしょ。この切り替えチカチカする感じね。こういう塗装はほぼしないのでめちゃくちゃ新鮮でした。で、なんでこういう派手な塗装にしたかというと、エボルトはもう最強なので怖いものがないですね。だから地味にとかその背景に紛れるようにとかそういうの一切いらないんですよ。僕らの自然界でも大体強い毒を持った生き物って派手なんですよね。だからその自然の摂理に倣って派手にしました。で、今これ2本とも前向いてるんですけど、これは当然こうやって付け替えて、こうブレードモードでザクってやったり、あとこうやって付け替えるとはいレールガンモードとかね、バチバチっつって、あとこのスチームブレード、この基板も生きてますからちゃんとこうやってエレキスチームが合うかな。はい。でもここ押さなあかんけどね。こんな感じで攻撃もできますよと。そしてフルボトル。で、ここ回すと。という感じで、普通はライダーシステムで変身なんだけど、これは変身というよりも攻撃に特化したアイテムかなと思うので、出力を上げるっていう意味でエンジン発動機を選んでみました。これみんななら何と何の組み合わせにしますか？ベストマッチじゃなくてもいいと思うよ、これは。そしてこの下にももう一個入るので、はい、コブラ。はい、こういう感じで、ヘビ2つでね、かなり強いんじゃないでしょうか。やっぱここのね、このカチャカチャできるっていうのがすごくいいですね。で、フルボトルも刺したり外したりできるし、ここがね、すごい面白い、これ。いいでしょ。これでもちゃんと回るからね、より装置っぽくなったかなと思います。はい、というわけで最強の武器レールガン改造いかがでしたでしょうか。グッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。じゃあまた次の動画でワンネス君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、チャンネル登録して戦え。君が選べる選択肢は2つだけ。再生リストでガンガン見るか、他の動画を見るか、